このパン1個がオーブン、1個がトースターで焼いてるパンです。どちらがオーブンで焼いたパンかわかりますか？こんにちは。自家製酵母パン教室オランジュリーの松尾美香です。今日はルヴァンリキッドを使って仕込みから焼き上がりまで2時間ぐらいで作れるパンオルバンを作っていきます。ハート系のパンは時間がかかる、設備が必要、そう思われがちですが、自宅の電気オーブンでもここまで本格的なパンが焼けます。今日はさらにオーブンとトースターで焼き比べをしていきますね。ではミキシングをしていきます。材料をボウルに入れていきます。はい、私はねそれぞれカップに測っていますが、どんどんボウルにね追加しながら測っていただいても大丈夫です。はい、こちらがルヴァンリキッドです。今日は短時間で作るので量が多めです。ルヴァンリキッドがねたっぷり残っちゃってる時なんかはこのパン作るのおすすめですよ。はい、ざっくり混ぜていきましょう。混ざりましたら水分を入れていきます。粉気がなくなるまで混ぜていきましょう。はい、粉気がなくなりましたのでテーブルに生地を出していきます。はい、叩きごねをしていきます。ルヴァンリキッドの生地は最初のうちべたつきやすいですが、ここはね迷わずしっかり叩いてこねていきましょう。はい、だんだんね弾力が出てきます。このね生地の変化も感じながら叩いていってください。テーブルから生地の離れ具合とかね、こう手から離れ具合とかね、生地の表面なんかを見てもらうととてもいいですね。はい、生地のね表面がつるっとしてきました。そしてね弾力が出てきましたよ。グルテンができてきたっていうことですね。はい、ちょっと引っ張ってみましょうか。すごいねゴムみたいに生地が伸びます。薄い1枚の膜がね張っています。このくらい薄くしないと膜のチェックできませんので、このくらいだとねあまり分かんないんですけど、しっかりね指が見えるくらいまで薄く膜を見ていきましょう。じゃあこちらでねこね上がりです。で生地を丸めて一次発酵に入ります。一次発酵は室温で30分です。乾燥しないように上にラップをして30分置いておきます。はい、30分後の生地です。でここで2分割をしていきます。テーブルに軽く打ち粉をして生地を出していきます。2分割にします。成形用のボウルを用意しましょう。今日は15センチのボウルを使っていきます。そこに布巾をかけてあげて打ち粉をしていきます。中心から外側に向かって打ち粉をしていきましょう。オーブン用とトースター用2個やっていきます。はい、ではね打ち粉をして生地を持っていきましょう。はい、そしたら丸めていきます。生地を中心に持ってきましょう。外側の生地をね中心に持ってきて集めた生地を中心でつまんでいきます。で余ってるお粉を周りにつけてあげたらボウルにそっと生地を入れていきます。もう一個やっていきますね。はい、オーブンで焼くときには
分割しないで丸々1個焼いてもらってもいいんですけれども、トースターの場合は庫内が小さいので天井にくっついちゃう可能性がありますのでね、丸々1個おすすめしません。2分割にして小さい生地で焼いていきましょう。はい、ボンと落としちゃうとガスが抜けちゃいますのでゆっくり置いていきます。はい、でこちらは35度で1時間見ていきます。室温で発酵させる人は生地がね乾燥しないように余ってる布を中心にこうふんわりね集めておきましょう。で途中でオーブンに余熱を入れておきます。天板を入れて最高温度で余熱をしておきましょう。では発酵していきます。はい、発酵後です。結構大きくなってますよね。じゃあこちらをオーブンシートに移してクープを入れていきます。かわいいですね、ちっちゃくてね。はい、今日は十字に切り込みを入れていきます。茶色いペーパーの方をトースター、白い方をねオーブンで焼いていきます。どんな風にね焼き上がるか楽しみにしててください。はい、スチームをかけていきます。焼き上がりました。パチパチっていう天使のささやき聞こえましたか？両方ともいい感じに焼き上がってます。こちらが電気オーブンで焼いたもの、こちらがトースターで焼いたものです。同じ生地、同じ成形でもちょっと出来上がり違いますよね。ただこちらだけをね出されてもそんなに違和感ないですよね。これがオーブンで焼きましたって言っても比べなければオーブンで焼いたんじゃなって思いますよね。はい、ではね実際にカットしてみますね。まず電気オーブンで焼いた方です。はい、こんな感じの気泡です。じゃあトースターで焼いた方を切りますね。はい、こんな感じです。どちらもね短時間で焼いてますのでそんなに気泡は出ないんですね。あまり変わらないですが少しね電気オーブンの方で焼いた方が生地が伸びています。少しね高さもありますからね。ルヴァンリキッドを使えば短時間でもご自宅でもここまでのパンが焼けます。設備よりも作り方と考え方、この動画がハード系のパンは難しいという思い込みを少し外すきっかけになってくれたら嬉しいです。私のアーティザンブレッド養成講座では今回のようなハード系のパンを中心になぜこのこね方なのか、なぜこの発酵時間なのか、オーブンが違うとどう変わるのか、こういう部分まで毎回理論と手の感覚をセットでお伝えしています。今日の動画はその中のほんの一部です。もっと体系的に学びたい方は概要欄に講座の案内を載せておきますね。この動画が気に入って作りたいと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。